ウエストサイドの方にまっすぐ歩いていきます。人多いね。おはようございます。無職の TK です。日本で就職できず、13年前にニューヨークへ逃げてきた。今は妻と娘のヘーゼルと暮らしながら、無職のまま日々を記録している。今日も妻は仕事へ。おいらはヘーゼルを連れて、マンハッタンのハイラインを歩いた。高架を渡る風と日差しが二人の時間を静かに包んでいた。気づけば朝から何も食べていなかった。空腹に導かれ立ち寄ったのはニューヨーク名物のシーアンフェイマスフーズ。一人ですすった熱い麺が午後の体に深く染みた。夕方家に戻り子育てと片付け、自分では一日を走り切ったつもりだったが、帰宅した妻は静かにこう言った。もっと頑張れと。父として夫としてまだ何かが足りない。それでも家族と共に生きる日々は続いていく。これは無職の中年が支えてくれる家族と小さな誇りを胸に今日もどうにか生き延びていく記録である。それでは本日も最後までごゆっくりお楽しみください。まずは歯を磨く。無職のおっさんの日常を記録するこの YouTube もヘーゼルが生まれて子育て YouTube になった。現在子育てを始めて10ヶ月。一日も休まずおむつを替えてミルクをやっている。年のせいかだいぶ疲れてきたが、子育てはまだ始まったばかりだ。妻が起きてきた。出勤前の簡単な食事を作る。ヘーゼル、初めてのバナナ。バナナ、美味しいですか？美味しいし。チェア。おいらは横でヘーゼルに離乳食をやる。ヘーゼル、お出かけ用の服に着替えよう。お出かけ用のお洋服、お出かけ用のお洋服に着替えて、ドゥダドゥダドゥダ。妻も仕事に行ったので、これからヘーゼル連れて散歩に出かけます。ヘーゼルはお昼寝入っちゃいました。はい、この状態で出かけたいと思います。じゃあ行ってきます。社会に受け入れられることのなかった無職の男が娘を連れて散歩に出かける。無職のおじさんが通る。ヘーゼル、大丈夫かい？電車が出発した。マンハッタン着きました。ハイラインの方を歩いていきます。
今眠ってます。ウエストサイドの方にまっすぐ歩いていきます。人多いね。ハイラインに向かって無職のパパが歩いていく。ホワイトカラーの巣窟ハドソンヤードを通り抜けてハイラインの方に向かっています。人多いね。この辺再開発エリア11アベニュー、だいぶ端っこの方まで来たけど、ここにハイラインの入り口があるみたいなので行ってみます。ハイライン入り口であろう場所に来ました。行ってきます。はい、ここがハイラインの入り口っぽいね。行ってきます。無職の TK がハイラインにやってきた。ベビーカー入っていいのかな。よいしょ。もう一番端っこ、端のハイラインから入りました。ミートパーキングエリアだっけ、そこまでまっすぐ続いていると思います。とりあえず今のところ道、この辺は砂利道でとてもベビーカー押しづらいです。ヘリコプター無事着陸。はい、ここに電車集まってるね。お、いいね。この辺気持ちいいわ。このビルの上を歩道橋のように歩いていく感じもいいですね。ハイラインはとにかく人が多かった。ちょっと今ヘーゼル寝ちゃってるから、次ヘーゼル起きたら一旦ミルク飲ませてお家の方帰ります。意外とハイライン最後の方から入ったことなかったから、この辺から入るのもすごくいいわ。お、レールの中、踏切みたいなとこ、踏切やんこれ。何これ、何これ。雰囲気あるね。雰囲気あるアパート。はい、だいぶ人いなくなった。この辺は双方かな。全部高級コンドだらけだね。まあハイライン公園ではないからな、落ち着かないよな。人いっぱいいるもん。子供連れてくるとこではないな。とりあえず公園沿いにあるコンドのラグジュアリーアパートメントがすごいね。そろそろミートパーキングエリアでしょうか。もしエレベーターあったらそろそろ出たいと思います。開きました。まだハイラインいるよ。早く出たい。そろそろ出たい。でも出れない。エレベーターまだ。エレベーター、お家帰れる。ヘゼル起きた。今はミートパーキングいるよ。ミルクあげるからって元気ねえな。元気ない？大丈夫？元気。オッケー。こっから家に帰るならここじゃダメだ。エレベーター使える場所じゃねえか。やば。こっからワールドトレードセンターまで歩くと46分。絶対無理だ。やべ。どうやって帰ろう。ヘゼルにミルクをやろう。ヘゼル、今から家帰るけど、実はここからパスまで遠い。とりあえずパスまで歩くからパパ。その前にお前にミルクをあげる。待ってろ。ミルクをあげる場所を今探してるから。ライカの店だ。カメラ好きの人にはいいんじゃないでしょうか。よし。ヘゼルミルクやって帰るよ。
マジこれ今コリアタウンの方向かってます。あそこにラーメン石田って美味しそうなラーメン屋さんがある。今度行ってみたいな。あそこのチャイニーズヌードル席空いてるかな。空いてたら食べたいね。ギリ空いてるかな。行っちゃうか。無職の TK は朝から何も食べていないのでお腹が空いたようだ。大好きなシーアンフェイマスフーズにやってきた。お昼ご飯。辛いのが苦手な無職の TK でもこの舌にピリってくる感じの辛さは意外といけるのだ。シーアンフェイマスフーズおすすめだ。うちのニュージャージーに住むよりこの辺のボロいアパートに住んだ方が倍ぐらいレントするからね。信じられないね、マンハッタン。あ、小学校の前だ。こんなとこに小学校があるよ。ただずっと上にマンハッタン登ってます。パース着きました。乗れるかな。はい、パーストレイン着きました。電車遅れてるみたいね。ちょっと待ちます。これからお家帰ります。娘の午前中の散歩が終わって家に帰ってきた。ヘゼー、落ち着いたよ。ヘゼー、落ち着いたよ。落ち着いたよ、ヘゼー。今までベビーシッターがベビーカーを押している光景を見てなんで外を散歩するのか不思議に思っていたが、赤ちゃんも外の空気に触れたり景色を見ることが大切なのだ。無事家着いてきました。あ、違う、無事家着きました。ハイライン長くてあんまりおすすめできない。めっちゃ帰るのに時間かかったね。ヘゼル元気。少し遅れたがヘーゼルに2度目の離乳食をあげる。お待たせ。ブロッコリー食べないでしょこれ。お待たせね。ちょっとブロッコリーをカットしてあげる。ヘーゼルに離乳食をあげたら洗濯して掃除してまた畳む。それであっという間に一日が終わる。慣れない子育てと家事の無限ループにだいぶ疲れてきた。そろそろヘーゼルをお風呂に入れる。ドンドンドン。ヘーゼルに
パジャマを着せる。ちょっと待ってね。俺もパジャマ着ようか。ヘーゼルにお風呂上がりのミルクをあげる。湯冷めしないようにヘーゼルのお腹にタオルをかける。ミルクに集中できないらしく、タオルはいらなかったようだ。お腹いっぱい？お腹いっぱい？みんなに今日の夜の挨拶をして。今日はヘーゼルどういう一日でしたか？もうミルクも飲んで、あとは寝るだけです。寂しい？お別れの時間になりましたよ、ヘーゼルちゃん。ああ、下が真っ白。下が真っ白だね。下が真っ白ね。あぐきのマッサージ。Oh, bless you. This little piggy had none, and this little piggy went wee all the way home. さあ、ヘーゼル寝ようね。ようやくヘーゼルが眠った。ヘーゼルが寝たと思ったら、今度は猫たちに餌をあげる。ボンボンがお腹空いているようだ。餌をやろう。おいらは妻が帰ってくる前に家を片付ける。洗濯物を畳みながら妻の説教を聞く42歳無職のパパ。今週の TK ズからのコメントを読む。ほんとジワンさんプロ並みの料理人ですね。やっぱり子供が小さい時は家族一緒がいいですね。TK さんは YouTuber だから跳ねたらいいけど時間がかかるみたいですね。おいらの YouTube の第1本目の動画、アメリカに移住した8つの理由、あれをアップして丸2年が経った。特に動画がバズることもなく、コツコツとチャンネル登録者は増え、2年間でようやく6200人になった。これからもコツコツと継続しようと思う。応援よろしくお願いします。次のコメントを読む。頑張って韓国語を勉強したらどうだろう。ジワンさん、本当に料理好きなんですね。ほんといい奥さんもらいましたね。おいらも韓国語を勉強したいが、いまだに英語を勉強しているダメな父親だ。少しずつ動画内で韓国語も使っていこうと思う。本日も無職の TK とヘーゼルのマンハッタン散歩動画にご付き合いいただきありがとうございます。ここまで見てくれたあなたは間違いなく TK ズ、毎週火曜日と土曜日が待ち遠しいだろう。おやすみなさい。次回の無職の TK は近所のパブリックライブラリーにやってきた。願い事が
叶うならば仕事が欲しい